皆さん、改めましてこんにちは。株式会社フィンガービジョンの大野と申します。当社はですね、大層な感じでですね、人とロボットの可能性を広げ、社会システムをアップデートするというミッションのもと事業を行っております。今日はですね、将来の、仲間同士という方々に向けてですね、会社の紹介をさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですけれども、最初に当社何やってますかというところですけれども、ロボットというところがキーワードではあるんですけれども、特にですね、ハンド、手ですね、ここにですね、人を超える感覚というのを、付け加えて、いろんなことをやるということです。で、人を超える感覚というところでですね、人は当然触った時に触覚を感じるんですけれども、それだけではなくて、視覚に相当するような情報、こういったものも含めて、取りながら、いろんなことができるようになるといいかなというようなことをしています。で、具体的にはですね、これちょっと右側のところに写真ありますけれども、ロボットの手ないしは指に相当するところの内側のところにですね、カメラを内包してまして、でそこから常時、状況を見ながら触覚ないしは視覚の情報といったところを、取るというようなことをしています。で、ちょっと具体的なイメージでというところですけれども、例えばこういう形でですね、花をつかみますという時に、人のようにですね、今ちょっと落ちそうになったタイミングでもう一回持ち直すというようなことをやってました。で、具体的にはですね、触った時にですね、力の分布であったりとか、下にある滑りの分布であったりとか、こういったものをですね、アダプティブに取得しながら、つどつどロボットの制御に活用するということを行っています。で、こういったですね、情報を取ることによって、先ほどのような、本当に壊れそうな花であったりとか、ここで写っているような、果物、食べ物、こういったものもですね、きちんとピッキングができるというようなことが、一つのアプリケーションとしてあるかなと思っています。で、改めまして、会社紹介でというところですけれども、当社カーネギーメロン大学発のスタートアップということになってます。で、それはですね、私どもと、あと、このまさに CMU でこの触覚技術を生み出した山口さんというところの2人で会社を創業して、今事業を進めていますというところです。で、当社ですね、大きく事業としては2つやってまして、1つはセンサーのデバイス事業、これいわゆる先ほどの触覚センサーといったものをデバイスとして販売するということをしています。で、それに加えてですね、アプリケーション事業と書いてますけれども、当然、触覚っていう、技術機能自体は重要ですと。で、それをハンドリングにするというところも大事なんですけれども、結局、ユーザーにとって付加価値を生み出すというところまで持っていこうとすると、やっぱりこういったアプリケーションまでしっかり作り込むというところが必要になってきますので、そういった領域にまで非常に踏み込んで事業を行っているというところです。で、じゃあどういったそのアプリケーションで構成されているのかというところですけれども、非常に広範な技術領域といったところを、当社、自社の中で、持ちながら事業を進めています。で、例えばロボットのモーションの生成であったりとか、あとはその外部カメラからのコンピュータービジョンの領域であったりとか、場合によってはハンドのハブだったりとか、こういったところですね、いろんな要素を統合して、きちんと付加価値が出るような形で、技術として構成しているということになります。ですので、どこか特定の領域にすごくフォーカスしているというよりかは、一つ一つ非常に重要なコンポーネントではあるんですけれども、さらにそれを組み合わせて非常に多岐にわたる技術を組み合わせて付加価値を出すというようなところに主眼を置きながら事業を進めています。ですのでですね、今日キャリアといったところとか、採用というのが一つキーワードだと思いますけれども、本当に非常に広範な領域のエンジニアリサーチャーの皆様とつながっていきたいなと思っておりますというところです。で、こういったものをですね、やっていくにあたって、当社は今スタートして1年半というところですけれども、実際にさまざまなアプリケーションの領域で活用できるかなと思ってまして、それぞれ進めてますというところです。で、特にですね、今日はメインでお伝えできればなと思っているところを今日ここに4つ書いています。で、事業の内容であったりとか、技術に関しては、ホームページだったりとか、展示会、こういったところで
目に触れることができるかなと思ってますので、なかなかちょっと紙面上分かりづらいところで、こういった当社としてのビジョンであったりとか、大事にしている価値観、こういったものをですね、ぜひ皆様にお伝えできるといいかなと思っております。はい、で1つ目、まずビジョンというところです。で一言で言うとですね、最先端技術を生み出し大衆化するということを書いてます。でパッと見るとですね、なんか当たり前かなというように、見て取れるかもしれないんですけれども、これってですね、実は相反することを同時にやり遂げようとしてます。で、その最先端技術、当社はですね、大学発のスタートアップですので、世の中にない技術、そういった非常にチャレンジングなところにフォーカスしながらやっていると。でそれはですね、ともすると、我々が実際の実社会の中で活用できるレベル感から非常に離れてるんですよね。でただそこだけをエッジを尖らせて進めていても、やっぱり世の中に対してはなかなかインパクトが出ないというふうに思っています。で今日何度もおそらく言うかなと思ってますけれども、とにかく社会に対するインパクトを出すというところにこだわってます。でそこから逆算して考えると、できるだけ多くの人に、手軽に誰でも安く使ってもらえるようにする、技術をですね、そういった状況にまで持っていくというのが、非常に大事かなと思ってます。でちょっと分かりやすく、対照的な例を言うと、こういった大学発の技術で、技術的に尖っているので、もう例えばパテントとかでガチガチに固めて、で、特定のお客さんに非常に高い価格で物を売る。で、特定の、そういったお金を払えるユーザーさんだけが、そういった技術を享受できるというような、ビジネスの仕方、広げ方ではなくて、あくまで、最終的にはいかなる人も皆さんがアクセスしやすいような状況に、こういった先進技術であるけれども持っていくというようなことを目指していきたいなと思っているというところです。ですので技術はですね、本当は事業を進める上ではコモディティ化させたくないっていうところが、一つ考え方としてはあるんですけれども、当社はですね、そこを事業の組み立てと、うまくバランスを取りながら、あえて技術をコモディティ化させて、社会に普及させていくというようなことをミッションとしてビジョンとして掲げながら進めていますというところです。でそういったことをですね、実際実現しようとすると、大事にしている価値観、こういったものの共有っていったところは非常に重要になりますので、ぜひしっかり皆さんにお伝えしていきたいなと思ってます。で大きく4つあります。で1つ目、まず技術ですね。でもうここはやっぱり当社のアイデンティティです。技術なくしては、存在意義はないかなと思ってます。で技術のことを考えると興奮して眠れないというふうに書いてありますけれども、難易度が高い技術領域に対して果敢に挑戦する、そこをとにかく突き詰めていくといったようなところが、当社のアイデンティティです。でここは分かりやすく、譲れないポイントかなというふうに思っています。で2つ目ですね。でこちらはどちらかというと技術をどうやって社会に還元していくか、裾野を広げていくかという目線です。でとにかくですね、いいものを作る、で技術的に素晴らしい尖ったものを作る、これは非常に大事ではあるんですけれども、そこでとどまることなく、ちゃんとそれをですね、社会のインパクトにつなげていくということを意識しながら皆進めています。で特にですね、ここまで事業として持っていこうとすると、いろんなさまざまな方を巻き込んでいかないといけないかなと思ってます。で当然自社だけではなくてですね、いろんなパートナーであったりお客さん、こういった方々と一緒にやると。でいろいろと皆さんですね、立場が違うと向いている方向っていうのが絶対変わってくるんですけれども、そこに対して我々としての信念を一つ通して、同じ方向を向きながら前に進んでいくというようなことを大事な価値観としています。で3つ目、力ずくのイノベーションですね。でこれはですね、特に、共同創業者の山口さんがこだわったキーワードだったりしますけれども、とにかくですね、我々理論とか言葉だけで何かをする、議論するだけにとどまってたら、意味がないかなと思ってます。やっぱり何とかして泥臭くてもいいので
とにかく身になるものにつなげていく、こういったことをですね、粘り強くですねやっていくというようなことが必要かなと思ってます。そういったことにこだわりながらやってます。で4つ目、最後ですけれども、誠実真摯、こういったですね価値観非常に大事かなと思ってます。で一人一人がですねプロとして、自律的にやっていってほしいなと私も含めてやっていきたいなと思っているところで、やっぱりその中には、一人一人がですね自律的にこう考えて動いていく、そういったチームを目指して今やってます。でその根底にはこれをこういう判断をしてこういうアクションをして間違ってないよねっていうことに対して、しっかり各人が自信を持ちながらやっていくっていうことを、一人一人がしっかり持っている、こういったこともですねチームとして大事にしながらやっているというところです。で、以上の4つのような価値観といったところをみんなで共有しながらやっているというところでした。であと残りの時間でですね、少しだけ講談の3つ目4つ目というところをご紹介できればと思います。で求めている仲間というところはですね、先ほどアプリケーションの構成要素が非常に多岐にわたるというお話をしましたけれども、ここに書いてあるようにですね、いろんな領域のエンジニアリサーチャーの方と一緒に仕事をしていきたいなというふうに思っていますというところです。で、こういったことをですね我々として、強い意思を表明していくとともに、経営者としてしっかりコミットしていきたいなと思っていることを4つ書いてます。で、1つ目はですね、これ繰り返しになりますけれども、とにかく世界最先端の技術課題に挑戦し続ければ、これは間違いなく約束します。で2つ目としてはですね、キャリアパスといったところも非常に一人一人にとって大事かなと思っているので、特にですねシニアクラス向けに2つのキャリアトラックっていうのを設定しています。でこれはですね、何を言ってるかというと、例えばジェネラルとエキスパートという形に分けているんですけれども、ジェネラルっていうのは例えばエンジニアのシニアの方が、自分ないしは自分のチーム組織こういったものを動かして、みんなと一緒にインパクトを出していく、そういったことが求められるようなロール働き方、そういった方向けのキャリアトラックっていうのをジェネラルと言ってます。で一方でですね、自分はやっぱりもう自分のとにかく技術的探求心を抑えきれないと、この領域のとにかくエキスパート専門家になりたいんだっていうような方も当然いらっしゃるかなと思ってるんですね。でそういった方には、そういったマネジメントにあまり寄りすぎない形でもパフォームできるようにエキスパートトラックというのを準備しています。でこういったものをですねいろいろ今後も、チームが拡大していく中で拡充していきたいなとは思っていますけれども、やっぱりですね一人一人が、こういった多様なキャリアっていうのを自分たちで選べるというこういうオプションがあるよっていったところが非常に大事かなと思っているので、経営者としては、こういったものを準備しながらやっていきたいなと思っているところですね。で3つ目は給与、そうですね、これは当たり前のところではありますけれども、しっかりとですね当社が社会に対して価値を出していく中で、できるだけこのロボット業界の給与水準をどんどん上げていきたいなというふうに思っています。これもコミットしたいことの一つですね。でこういったものをですね皆さんとオープンかつインタラクティブにコミュニケーションをしてよりいいものにしていきたいなと思ってます。で最後にですね、お分けの構想と書いてますけれども、今東京と京都日本で2拠点で事業をやってます。で近い将来ですねアメリカのピッツバーグCMU があるところですね、こちらに拠点を開設して、人材や技術こういったものを還流させながら非常に強いチームを作っていきたいなというふうに考えていますというところです。で最後リキャップですけれども、技術にこだわるというところと社会の変革こういったものにも非常にこだわっていくというところですね。で世界トップのロボット集団チームを作りたいなというところと、最後にですね、楽しく仕事をするというところにもこだわってやりたいなと思ってます。でいい仕事をしたら大体ですね当社こんな感じで、焼肉になることが非常に多いんですけれども、
しっかりとみんなで打ち上げして、また次に向けていい仕事をやっていくというようなことをやっている会社でしたというところです。今日は皆さん長い間ご清聴いただきましてありがとうございました。